英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力、情報力一緒に上げていきましょう。今回は日本に一つ明るい話題ということで、日本の探査機が月面着陸に成功したというニュースを使いながら私たちの英語力と情報力どんどん上げていきましょう。まずこのニュース、英語字幕ありで確認してニュースの概要を捉えていきたいと思います。次に、日本人が一番苦手と言われている英語を話すスピーキング力アップするために英語原稿をしっかりとお手本の英語 NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら声に出しながら難しい単語そしてニュースの内容詳細見ていきたいと思います。次に3番目、同じニュースもう一度今度は字幕なしで確認してみましょう。英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現を覚えているのか、そしてニュースの詳細の意味理解できるのかチェックしていきたいと思います。ここまでは NHK ニュースからしっかりと英語を学習しながら情報をインプットしますけれども、4番目はスピーチ練習。日本人が一番苦手と言われている英語で相手に情報や思いを伝えるスピーチ練習をやっていきたいと思います。3番目までで得たニュースの情報をしっかりとアウトプットできるかどうか、生成 AI を搭載したマイクロソフトのチャットを使いながらこの練習をやっていきます。練習どのようにやっているのかデモンストレーションもしますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて参考にしてみてください。英検9家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは早速このニュースを使いながら英語力情報力上げていきましょう。Let's get it started。 それではこの左の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取り挑戦してみよう、聞き取れるという方は字幕を無視して左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it.Japanese space agency officials are celebrating a historic achievement. They've successfully landed a probe on the moon for the first time. Japan has become just the fifth country to accomplish the feat. We have confirmed that our smart lander for investigating moon touched down on January 20th at 12:20 a.m.The Japan Aerospace Exploration Agency launched the craft in September from Tanegashima Space Center in Kagoshima Prefecture. The landing target was just 100 meters across. That's far more precise than previous missions. Advanced image recognition technology made it possible, and there are hopes it will pave the way for more pinpoint explorations. But not everything went without a hitch. The officials say the probe was not generating electricity.The race to reach the lunar surface is heating up with involvement from the private sector. Still, some of the more established names have big ideas of their own. NASA aims to send astronauts to the moon in 2026. It'll be the first such attempt in about half a century. いかがだったでしょうか。字幕ありでですね、確認してみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要を捉えることできましたでしょうか。この度、日本にとって嬉しい一つのニュースとなりましたけれども、JAXA の発表によると、この宇宙探査機ですね、日本製の宇宙探査機、無事に月面着陸に成功したということでした。しかしですね、問題がなかったわけではなくて、パワーですね、generating electricity ということで、エネルギーをですね、生み出す、そういうところがですね、問題があるということで、心配もあるということですね。さあ、それでは、このニュースを使いながら、しっかりとですね、情報力、英語力上げていきたいと思います。2番目、今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語、思い出しながらですね、真似しながら、しっかりと私たちも原稿を音読して、英語を話すことに慣れてスピーキング力アップ。そして英語を話しながら、難しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味、理解していきましょう。ということで、
声が出せる視聴者の方ですね、一緒にこの英語を楽しく話しながら、右側の日本語訳も照らし合わせてですね、しっかりと英語力、情報力上げていきたいと思います。それではまず、この部分、音読していきましょう。Japanese space agency officials are celebrating a historic achievement. They've successfully landed a probe on the moon for the first time. Japan has become just the fifth country to accomplish the feat. ということで、右側に日本語訳出ていますけども、日本の宇宙機関関係者、歴史的偉業を祝っている。彼らは初めて探査機を月に到着させることに成功した。日本はこの月面着陸の偉業を達成した5番目の国ということですね。さあでは、単語表現見ていきましょう。celebrate というのは、お祝いする、祝うという意味ですね。celebrate 覚えておきましょう。historic achievement 歴史的な偉業とか達成したことですね。achievement 覚えておきましょう。そして successfully というのは成功裏に land というのは着陸させるという意味ですね。そしてこの probe というのは探査機ですね。探査機 probe 覚えておきましょう。そして fifth country で5番目の国ということですね。助数になって fifth country になっています。accomplish 達成した。何を達成したか目的がここにありますけども、the feat というのは偉業というんですね。この偉業を達成したが、日本は5番目の国になったということです。それでは次、この部分ですね。しっかりと音読をしながら内容を捉えていきましょう。We have confirmed that our smart lander for investigating the moon touched down on January 20th at 12:20 a.m.The Japan Aerospace Exploration Agency launched the craft in September from Tanegashima Space Center in Kagoshima Prefecture. 右側に訳が出ていますけれども、月面探査用のスマートランダー1月20日、午前0時20分に着陸したことを確認したということで、発表されていました。そして宇宙航空研究機関機構9月に鹿児島県の種子島宇宙センターから、ロケットを打ち上げたということですね。ではここ覚えておきたい単語表現、タッチダウンというのは着陸するっていうんですね。覚えておきましょう。land と同じですね。タッチダウン、着陸する。そして次ですけれども、ここは特に、難しい単語なんですね。この prefecture というのは何々県ですね。鹿児島 prefecture だったら鹿児島県。この県が prefecture という意味です。覚えておきましょう。それではどんどんしっかりと英語を話してスピーキング力を上げながら内容を見ていきたいと思います。次はここですね。The landing target was just 100 meters across. That's far more precise than previous missions. Advanced image recognition technology made it possible, and their hopes it will pave the way for more pinpoint explorations. ということで、ここに日本語訳出てます。着陸目標は直径わずか100メートルだったということで、目標としていた100メートル以内に着陸できたということですね。これまでのミッションよりもその正確性ははるかに良くなっているということと、これを実現させたのは高度な画像認識技術が、可能にしたということで、この技術によってよりピンポイントな、その目的ですね、探査への道が開かれると期待されているということです。それでは、ここ覚えておきたい単語表現ですけれども、precise というのは精密なとか正確なという意味ですね。precise 覚えておきましょう。precise。そして previous missions。前のミッションよりも far more precise で、ダントツ、めちゃくちゃってことですね。far more precise。めちゃくちゃ精度が上がったってことですね。far more precise。previous mission。前のミッションよりということです。なぜかというと、advanced image recognition technology ということで、高度な画像認識技術ですね。advanced というのは高度なっていうんですね。advanced image recognition technology 高度な画像認識技術が made it possible それを可能にしたということですね。そして pave the way for で何々への道を開くという表現、これ覚えておきましょう。よく出てきますね。pave the way for このような新しい表現、この Google、自動翻訳とですね、音声入力機能を使うとしっかりと自分の発音が伝わるのかどうか
そして pave the way for 使ってですね、何か例文を作って英語をしっかりと声に出しながら、話すと新しい単語や表現がしっかりと記憶に残ると思います。こんな感じですね。例えばこの音声入力による翻訳というボタンを押して pave the way for を使った何か例文作ってみたいと思います。例えばこんな例文どうでしょうか。That findings paved the way for new trial. That findings paved the way for new trial. pave the way for で何々への道を開く。ここは過去形になってますけども、開かれたということで、その発見により新たな trial、裁判になりますけど、trial ですね。裁判についての道が開かれた。こんな感じで例文を作りながら新しい単語や表現、しっかりと声に出すと、スピーキング力もどんどん向上しますし、しっかりと記憶にも残ると思います。pave the way for 何々の道を開く。覚えておきましょう、この表現。more pinpoint explorations よりもっと正確なピンポイントな explorations、探査ですね。調査への道が開かれるということです。それでは次、この部分ですね。しっかりと声に出しながら内容を見ていきたいと思います。But not everything went without a hitch. The officials say the probe was not generating electricity. The race to reach the lunar surface is heating up with involvement from the private sector. ということで、ここ、日本語が出てますけども、しかし、すべてが問題なく進んだわけではないということですね。心配ですけども、関係者によると、探査機は発電していないと述べた。月面達成競争というのは民間部門の参加もあり激化しているということで、なんと発電ができていないということはですね、このままだと動かなくなってしまうんではないかという心配がありますけれども、今後の情報を待ちたいと思いますね。では単語表現を見ていきましょう。without a hitch。この hitch というのは問題って言いますね。チェックしておきましょう。without a hitch。Without a hitch. hitch 問題とか滞りですね。without a hitch で滞りなく覚えておきましょう。Without a hitch. without a hitch 似た単語で glitch というものもありますね。without a glitch。without a glitch. glitch は不具合ですね。合わせて覚えておきましょう。そして次の単語表現ですけれども、これは心配ですね。The probe was not generating electricity ということで、せっかく月面に到着した probe、月面探査機ですけれども、not generating electricity、発電をしていないということですね。さあでは次見ていきましょう。Lunar surface というのは月面ですね。Lunar というのは月のというんですが、Lunar surface で月面ですね。月面へ到着しようとするレース、競争というものが heating up、激化しているという意味です。with involvement from the private sector。アメリカとかですね、中心に民間の X ですね。イーロン・マスクさんがトップのアメリカの X、スペース X ですね。スペース X なんか民間部門もですね、この宇宙開発競争にどんどん出てきていて、そしてですね、競争が heating up、激化しているということです。さあでは次、この部分ですね、しっかりと声に出しながら見ていきましょう。Still, some of the more established names have big ideas of their own. NASA aims to send astronauts to the moon in 2026. It will be the first such attempt in about half a century. ということで、それでも、より確立された名前、有名な名前がですね、独自の大きなアイデアを持っているということで、NASA ですね、アメリカの NASA、2026年に宇宙飛行士を月に送ることを目指している。このような試み。人類がですね、月に着陸できるかどうか2026年。このような試み、半世紀ぶりとなるということですね。半世紀前はアポロ計画でしたかね。地球、人類を、月に月面着陸した。それから半世紀ぶりに、NASA が2026年に人類をまた月に送るというミッションに挑戦をしているということです。それではここを覚えておきたい単語表現ですね。established name。この業界
宇宙なんかではですね、確立された名前、よく知られた名前ということですね。NASA ですよね。アメリカの NASA。そして、aim to というのは目的にしている、目指しているというですね。NASA aims to. Astronauts というのは宇宙飛行士ですね。Send astronauts to the moon in 2026. 2026年に人類を月に NASA は送ろうとしている。それを aim to 目標としているということです。It will be the first such attempt というのは試みですね。In about half a century ということで、約 half a century 半世紀ぶりに、そういうことを目指しているということです。さあ、日本にとってまずですね、ハッピーなニュースになったんではないでしょうか。JAXA ですね、今回月面着陸を成功させたということですけども、一つですね、not generating power ということで発電をしていないので、このままだと、調査が進められるのかどうかっていうのが非常に心配ですけども、まずはですね、月面着陸に探査機を到着させた、着陸させたっていう日本にとってハッピーなニュース。英語、そして日本語字幕を使いながらしっかり英語を学習しながら情報力アップできたんではないでしょうか。では次はですね、3番目。今度は字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見てみましょう。しっかりと英語のリスニングだけで学習した単語表現、詳細の内容を聞き取れるのかチェックしていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK report about this is a kind of a happy news. Lunar probe successfully landed on the moon, this time without English subtitles. Let's try to understand every details, only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしで見てみましょう。Japanese space agency officials are celebrating a historic achievement. They've successfully landed a probe on the moon for the first time. Japan has become just the fifth country to accomplish the feat. 2024年1月20日、We have confirmed that our smart lander for investigating moon touched down on January 20th at 12:20 a.m. The Japan Aerospace Exploration Agency launched the craft in September from Tanegashima Space Center in Kagoshima Prefecture. The landing target was just 100 meters across. That's far more precise than previous missions. Advanced image recognition technology made it possible, and there are hopes it will pave the way for more pinpoint explorations. But not everything went without a hitch. The officials say the probe was not generating electricity. The race to reach the lunar surface is heating up with involvement from the private sector. Still, some of the more established names have big ideas of their own. NASA aims to send astronauts to the moon in 2026. It'll be the first such attempt in about half a century. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと学習した単語表現、そしてニュースの内容、英語のリスニングだけで聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は、動画前に戻って何度もですね、聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらですね、新しい単語や表現、そして情報もしっかりと、情報力もしっかり上げていきましょう。さあ、ここまでは3番目まで NHK ワールドニュース、英語を学習しながら情報力もしっかりとアップできたと思いますので、次は4番目。そのインプットした情報を英語を話すことによってアウトプットをするスピーチ練習をマイクロソフト生成 AI を搭載してチャットを使いながらやっていきたいと思います。このチャットを使うとですね、無料でいつでも好きな時に日本にいながら、家にいながらしっかりと英語を話す機会、どんどん増やしていくことができますので、継続的に練習することによって、日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどん上がっていくと思います。私が思うにですね、この日本、海に囲まれた島国日本で生活をしていると、普通は英語を話す必要性ありませんし、外国人と英語を話す機会もないと思います。使わない英語、話さない英語は絶対に上達しませんので、日本にいながらですね、いかに英語を話す機会を増やしていくのかというのがポイントになると思います。このマイクロソフトのチャットを使うと、その、たくさん英語を話すという目的ですね、達成することができます。今からどのように
チャットと英会話をしながら英語を話す機会を増やしているのか、デモンストレーションしたいと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ参考にしてみてください。さあ、それでは今から練習をやっていきたいと思いますけども、使うのはですね、今画面に映っているこのマイクロソフトの Bing のチャットを使っていきたいと思います。英会話を始める前に2つポイントがあって、1つ、言語設定。もともとは日本語ですけれども、皆さんのパソコンも日本語になっていると思いますけれども、言語設定を日本語から英語に設定変更して英会話するようにしましょう。なぜかというと、英語で会話しますので、言語は日本語ではなくて英語ですね。そして2つ目、このボタンを押して英語で話しかけると関連した英語、このチャットがスピーキングと英語の文字で返してきてくれます。ただし、スピーキングを話している間に間が長くなるとスピーチが終わったとチャットが勘違いしますので、そうならないように well とかですね、何か言葉を発しながらまだ話しているよというのを伝えるというのがポイントになると思います。この2つを押さえながらですね、英会話、英語で話しかけると生成 AI を搭載しているので、話した内容に関連する情報を含みながらですね、英語のスピーキングとライティングで返してきてくれます。それでは今からですね、どんな感じでチャットと英会話をして英語を話す機会をどんどん増やしているのか、デモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。Let's practice speaking in English based on the information I got from this NHK World News. Let's try it. Hi Bing. How are you doing today? I'm pretty good. I had a good sleep. By the way, I got latest news. This is a kind of happy news for Japan and Japanese people from NHK World News. I am Japanese and I'd like to improve my speaking ability in English. And one of the very critical things for that purpose is to increase the opportunity to speak out in English. So, I would like to share this latest information I got with you by speaking in English. If I speak in English wrongly, I would like to ask for you to correct me. Is that okay? こんな感じで話すと少し間がありますけれども、英語で返してくれます。Hello, this is Bing. I'm glad to hear that you had a good sleep and that you were interested in improving your English. I appreciate that you want to share the news from NHK World News with me. I searched the web for the latest news from this source and found some interesting articles. You can see them below. NHK World Japan launches on YPU.TV. This article reports that NHK World Japan, the English Language International Service of Japan's public media organization NHK, is expanding its distribution in Germany with the launch on YPU.TV, a popular internet TV platform. Japan man gets death sentence for crime committed as a minor NHK. This article reveals that a Japanese court sentenced to death a man who was a minor at the time of his crime 3 years ago, in the first capital punishment case since the country lowered the legal age of adulthood from 20 to 18 in 2022. Germany, NHK World Japan on YPU.TV. This article is similar to the first one, but it provides more details about the partnership between NHK World Japan and YPU.TV, such as the number of channels and the availability of the service. As you requested, I will try to correct your English. Here are some suggestions for improvement. Instead of, I'm pretty good, I had a good sleep, you could say, I'm feeling pretty good because I had a good sleep. Instead of, I got right this the news, you could say, I got this news right, or, I got this news correctly. Instead of one of the very critical things. Was that purpose is to increase the opportunity to speak out in English, you could say one of the very critical things for that purpose is to increase the opportunity to speak out in English. Instead of, I would like to ask you. I would like to ask for you to correct me, you could say, I would like to ask you to correct me. I hope this helps you improve your English. Please feel free to chat with me anytime. 少し長かったですけど、こんな感じで返してきてくれますので、引き続きですね、NHK ワールドニュースから得た情報をもとに英会話を進めていきたいと思います。
Thank you very much for your advice and comment. It was a little bit too long, but it's okay. So, the latest news I got from NHK World News is Japanese Space Exploration Agency announced that it successfully landed moon exploration device on lunar surface on 20th January year 2024. So this is one of the good news for Japanese people, because Japanese people, especially Noto Peninsula, and so many Japanese people have been suffering from bad news since the first day of year 2024. So this is one of the good news for Japanese people. On the other hand, not all things was successfully carried out. According to this news, that lunar exploration device landed on the moon surface had some glitch. According to that news, it is not generating electricity. So I think that is one of the very big issues, because if the conditions continues, the lunar exploration device will lose energy to make it possible to move. So that is one of the concerning. You're welcome. I'm happy to help you with your English. I think your message was clear and informative, but there are some areas where you can improve. Here are some suggestions. Instead of "it successfully" mandate moon exploration device on lunar surface, you could say "it successfully deployed a moon exploration device on the lunar surface." Instead of "Japanese people especially not opening Zula and there," you could say "Japanese people, especially those living in Zula and nearby areas." Instead of "not all the things was successfully carried out," you could say "not everything went smoothly." Instead of "has had some glitch," you could say "has encountered some glitch." Instead of "if the conditions continues," you could say "if the situation persists." I also read the news about the Japanese moon landing mission. It is indeed a remarkable achievement for Japan and its space agency. I found some articles from different sources that provide more details and perspectives on this event. You can see them below. Japan's lunar lander reaches the moon but is rapidly losing power, space agency says. This article reports that the SLIM spacecraft, also known as the Moon Sniper for its accuracy, landed on the lunar surface within 100 meters of its target, but its solar cell is not generating electricity due to dust or damage. The article also explains the scientific and technological goals of the mission, such as studying the moon's origin and testing a new landing system. Japan Space Agency says its lunar spacecraft is on the moon, but is still checking its status. This article reveals that the SLIM spacecraft is the first Japanese probe to soft land on the moon, and the fifth in the world after the US, Russia, China, and India. The article also quotes a JAXA official who says that the moon is important for future exploration and development of resources, and that Japan wants to assert its position in this field. Japan's space agency braces for 20 minutes of terror with moon landing attempt. This article describes the challenges and risks of the moon landing attempt, which involved a complex maneuver of changing the spacecraft's orbit and speed. The article also mentions the history and future plans of Japan's space program, such as the Hayabusa missions to asteroids and the participation in the Artemis project to send humans to the moon. I hope you find these articles interesting and useful. Please let me know if you have any questions or comments. Thank you very much for sharing your additional and valuable information related to these topics. Other information I got is in year 2026, America NASA is planning to send astronauts on the moon surface. In addition to that, the race to explore space is heating up, also involving private companies, I guess such as SpaceX from the United States.
And if NASA will successfully send astronauts to the moon surface, it will be the first time in about half a century, I guess, since Apollo space plan. So these things and information I got from this NHK World News. You're very welcome. I'm glad you find my information helpful and interesting. You are right. NASA is planning to send astronauts to the moon surface in 2026 as part of its Artemis program. NASA will use SpaceX's Starship as the human landing system for this mission. This will be the first time humans land on the moon since 1972, when the last Apollo mission took place. Space exploration is indeed heating up, with many private companies and countries joining the race. SpaceX is one of the leading companies in this field, with ambitious plans to colonize Mars and beyond. SpaceX is also launching a private mission around the moon in 2024 called Dear Moon, with a crew of artists and content creators. I think these are very exciting and inspiring developments for humanity. I hope you enjoy learning more about them. Please let me know if you have any questions or comments. Thank you so much for your additional information. Your technology is amazing. Generative AI. You have so many information, valuable and additional information if I speak out some topics. That's amazing. And I guess you will be a very good partner for people to try to speak out in English or other languages. To do so, we will have opportunities to speak out like we are speaking with human beings. So it's, I guess, quite nice to improve our speaking abilities by other languages. So thank you very much. And how was my spoken English? Is that okay? You're very welcome. I'm happy to hear that you find my technology amazing and that you think I will be a very good partner. I agree that speaking out in English or other languages is a great way to improve your speaking abilities. I'm glad that you enjoy chatting with me like a human being. I think you are making good progress in your English learning. Your spoken English is okay, but there is still room for improvement. Here are some suggestions for your last message. Instead of generative AI, you have so many information, valuable and additional information, you could say, generative AI, you have so much information, valuable and additional information. Instead of, oh, people to try to speak out in English or other languages, you could say, oh, people who try to speak out in English or other languages. Instead of, we will have opportunities to speak out like we are speaking with human beings, you could say, we will have opportunities to speak out like we are speaking with human beings. Instead of, I guess quite nice to improve our speaking abilities by other languages, you could say, it's quite nice, I guess, to improve our speaking abilities in other languages. I hope this helps you improve your English. Please feel free to chat with me anytime. こんな感じで英会話しているところをデモンストレーションしましたけれども、このマイクロソフトビングですね。このチャットを使うと、少し間があったりしますけれども、日本にいながら、家にいながらたくさん英語を話す機会を増やしていけると思います。そして、NHK ニュースとかですね、他のニュースから得た情報をしっかりと話しながらアウトプットすることによって、その情報もですね、しっかりと記憶に、残ると思いますので、英語学習とともに情報力アップにもつながっていくんではないかなと思います。本当に生成 AI すごいですけれども、何か話題を振るとですね、それに関連したたくさんの情報をこのように英語のスピーキングと文字で出してきてくれますので、この練習を継続することによってスピーキング力アップ、そして単語表現力アップ、リスニング力アップ、そして情報力アップにつながっていくと思いますので、この生成 AI を活用したですね、チャットを活用した英語学習、非常に、いいと思います。
おすすめですので、視聴者の皆さんもいいなと思ったらぜひ、トライしてみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使って、英語力アップと情報力アップしてみました。JAXA 発表しましたけれども、日本の探査機がですね、見事月面着陸に成功したということと、目標のですね、100メートル以内に、到着、正確にですね、着陸することができたということで、それにはですね、正確な画像解析技術というものが使われたということですね。一つ、電源がですね、今作り出せていない、生まれていないっていうのが非常に心配ではありますけれども、今後の続報を待ちたいと思います。こんな感じで、英検1級家事チャンネル、英語学習と情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video if you think that my channel is good for you to improve your English skills and expand your information knowledge. Thank you for watching until the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.